心が元気になる美容健康雑学。今日のテーマは、毎日洗ってるのに足が匂う。その本当の理由です。毎日ちゃんと洗っているのに、なんか匂う気がする。靴を脱ぐのが怖い。若い頃は気にならなかったのに、最近なんか変わった気がする。この悩み、一人で抱えてきませんでしたか？はっきりお伝えしますね。それは、洗い方の問題じゃない可能性が高いんです。実は、ある場所が原因のことが多いのですが、しかもそこ、ほとんどの人が見落としています。足の匂いが強くなるのには、ある体の変化が深く関わっているんですよね。今日は原因だけでなく、匂いを強めてしまう NG 食べ物や、あなたがすぐ実践できる効果的なケアも、後半でしっかりお伝えしていくので、ぜひ最後まで見逃さないでください。ここから先を知っているかどうかで、対策が全く変わってきますよ。ぜひ最後まで一緒に見ていきましょう。1、足の匂いの正体はイソ吉草酸。まず、足の匂いの正体から知っていただきたいんです。足が臭くなる主な原因として知られているのが、イソ吉草酸という物質なんです。ちょっと難しい名前ですが、イメージするなら、納豆やチーズのような刺激臭に例えられることが多い物質です。このイソ吉草酸、足に繁殖した雑菌が汗や皮脂、そして古い角質を分解するときに発生するんです。つまり足の匂いの正体は汗そのものではないんですよ。汗自体には本来ほとんど匂いがないんです。でもその汗が皮膚の上の雑菌と混ざって分解されるときにあの独特の匂いが発生することがあるんです。だから毎日洗っているのに取れないという方は、洗い方より雑菌が繁殖しやすい環境や体の変化に原因がある可能性があるんですよね。2、なぜ更年期に足が臭くなるのか。では、その体の変化とは何か。40代、50代になると、エストロゲンという女性ホルモンが少しずつ減ってきます。実はこのエストロゲン、匂いを抑える役割も担っていると言われているんです。エストロゲンが減ると、相対的に男性ホルモンが優位になってくることがあります。つまり、女性でも男性の加齢臭に近い匂いが発生しやすくなってくるんですよね。更年期の足の匂いの原因として挙げられるのは、大きく3つあるんです。1つ目は、汗臭。靴の中で蒸れた汗が雑菌と混ざって発生する匂いですね。2つ目は、疲労臭。体が疲れている時に発生しやすいアンモニア系の匂いで、ストレスや睡眠不足でも出やすくなるんです。3つ目は、ミドル脂臭。加齢臭。ミドル脂臭は30、40代から出やすくなる匂いで、ジアセチルという成分が原因なんです。さらに男性ホルモンが優位になることで皮脂が酸化し、ノネナールという加齢臭の原因成分も発生しやすくなるんですよね。この3つが重なりやすいのが、更年期の体の特徴なんですよね。また、若い女性の体からは、ラクトンという甘い香りの成分が出ているんです。このラクトンが体臭を和らげてくれていたんですよね。でも、30代以降から年々少なくなってきて、体の匂いの感じ方が変わってくることがあるんです。昔はそんなに気にならなかったのにという変化、ホルモンとラクトンの減少が一つの原因になっているんですよね。更年期はストレスを感じやすい時期でもありますよね。ストレスがかかると自律神経が乱れて、足の汗腺が過剰に刺激されることがあるんです。ストレスが原因で足の汗が増え、それが匂いにつながっているケースも少なくないんですよね。昔と変わった気がするのは気のせいじゃなかったんです。3、見落としがちな足のむくみとの関係。もう一つ、足の匂いと深く関わっていると言われているのがむくみなんです。更年期はホルモンバランスの変化で血流が悪くなりやすく、足がむくみやすくなるんです。足がむくむと血流やリンパの流れが悪くなり、汗や古い角質が溜まりやすくなるんです。その結果、雑菌が繁殖しやすくなって、匂いが強まっていくことがあるんですよね。足が冷えてむくんでいるという方は、匂いのケアと同時に血流を改善することも、実はとても大事なんです。4、今日からできるケア。5つ。では、具体的にどうケアすればいいのか、今日からできることを5つお伝えしますね。ケア1、足指の間と爪周りを丁寧に洗う。足の匂いが気になる方のほとんどが、足の指の間や爪周りのケアが不十分ということもあります。
シャワーでさっと流すだけでは落ちきらないことがあるので、指の間を1本ずつ、爪の周りも優しく丁寧に洗ってあげることが大切なんです。ここで一つポイントがあって、普通のボディーソープより薬用石鹸を使うとより効果が期待できるんです。薬用石鹸に含まれるイソプロピルメチルフェノールという成分は雑菌を殺菌する働きがあるんですよね。さらにグリチルリチン酸ジカリウムという成分は保湿と抗炎症の両方の働きがあって肌のバリア機能を整えてくれるんです。殺菌しながら保湿もできるというのが足の匂い対策には理想的な組み合わせなんです。概要欄に参考として載せておきますね。洗った後はタオルで水分をしっかり拭き取る。特に指の間の水気を残さないことが大事です。ケアにかかとの角質ケアをする。これ意外と見落とされがちなポイントなんですよね。足の裏に溜まった古い角質は雑菌の餌になるんです。週に 1,2 回入浴後に軽石やフットファイルでかかとを優しくケアしてあげるだけで匂いの発生を抑えやすくなるんです。ただし力を入れすぎたり頻繁にやりすぎると逆に角質が厚くなる原因になることもあると言われているので、優しく少しずつが鉄則ですよ。ケア3、足湯で血流を温めるプラス保湿をセットで。更年期は血流が落ちやすくなることがあって足先が冷えやすくなるんですよね。38度から40度くらいのお湯に10分から15分ほど足をつける足湯は血流を改善するのに役立ちます。重曹を小さじ1に入れると匂いの原因物質を中和する効果が期待できます。ただここで一つ大事なことをお伝えしておきたいんです。足湯の後は足が乾燥しやすくなるんです。乾燥した足裏は皮脂を余分に分泌しようとするためかえって雑菌が繁殖しやすくなってしまうんですよね。足湯の後は必ずかかとや指の間を中心にクリームで保湿してあげてください。洗う、ケアする、保湿するがセットで初めて効果が出るんですよね。ケア4、靴下と靴の環境を整える。いくら足をきれいにしても靴下や靴が蒸れやすい状態だと匂いが戻ってきやすくなるんです。靴下は吸湿、速乾性の高い素材を選ぶといいです。シルクや麻、綿素材や5本指ソックスは指の間の汗を吸い取りやすくて蒸れを防ぎやすいんです。概要欄に参考として載せておきますね。靴も同じものを毎日履き続けると湿気が抜けにくくなるので、できれば 2,3 足をローテーションして1日おきに乾かしてあげるのが理想的です。ケア後、ストレスをためすぎない生活習慣。これケアとしてはちょっと意外かもしれないんですが、実はとても大事なんです。更年期はストレスを感じやすい時期で、自律神経が乱れると足の発汗が増えやすくなることがあるんです。深呼吸、足裏のマッサージ、ぬるめのお風呂でゆっくり温まるといったリラックス習慣が足の匂い対策にもつながることがあるんですよね。自分をいたわる時間が体の内側から匂いを変えていくんです。匂いを強めてしまう NG 食べ物、ケアと合わせて食べ物も少し意識してみると効果が出やすくなるんです。匂いを強めやすいと言われているのが肉や乳製品などの動物性タンパク質や脂質、ニンニク、そして辛い食べ物の食べ過ぎなんですよね。これらは体内で匂いの原因物質を増やしやすかったり汗を過剰に出しやすくしたりするんです。一方で魚の油は中性脂肪を下げる働きが期待できるので積極的に取り入れるといいですよ。毎日食べるものを少し変えるだけで体の内側から匂い対策ができるんですよね。今日は更年期と足の匂いの関係についてお伝えしました。足の匂いが気になり始めた時、それはケアが足りないわけでも清潔感がないわけでもないんです。ホルモンバランスの変化が体の中で起きていて、汗の質や皮脂の分泌、むくみや血流までいろんなことが重なっているサインなんですよね。原因がわかれば対策は変えられます。足指と爪周りを丁寧に洗う、角質ケアをする、足湯の後は保湿をセットで、靴下と靴の環境を整える、そしてストレスをためすぎない。できそうなものを一つだけ今日から試してみてください。今後も更年期女性の悩みを和らげ心が元気になる美容健康雑学をお伝えしていきます。今日の動画がためになった、良かったと思っていただけたら
ぜひ高評価とチャンネル登録していただけるととっても嬉しいです。また次の動画でお会いしましょう。